こんにちは、バーケンです。このチャンネルでは私が相続した田舎の土地で起こる様々な出来事を紹介します。今日は相続した土地にあった驚くべきものをお見せします。それはなんと475立方メートルもある巨大な砂山です。前回は静止画だけでお見せしましたが、今回は動画も撮影してきました。私が相続した時点ではこんな雑草が茂る山でした。10年間も放置すると雑草はあんなに高く伸びるのか、雑草ってすごい生命力だなと思っていました。でも後になって雑草が高く伸びているのではなく、雑草の下に砂山があることを知りました。こんなに大きな砂山があるなんて夢にも思いませんでした。発見が遅れたのは離れて暮らしていたこと、父は見えっ張りでかっこ悪いところを子供に隠していたことが原因です。相続してみて知らないことがたくさん出てきてがっかりしている日々です。父とは絶縁とまではいかないですが、私は父には関わらないようにしていました。父は昔から法律を守らないことは多々あることは知っていて、父はパワフルでついていけない非常識な面がたくさんあり、長男であるにもかかわらず私は30歳で婿養子に行きました。475立方メートルという大きさ、ピンとこないと思いますが、小学校の25メートルプールを満水にしたのと同様の容積になります。莫大な量の砂です。実は父はこの砂タダでもらったんです。10年ほど前にこの近くで河川工事があり、この水田は土砂の仮置き場になっていました。仮置き場なので撤去するはずだったのですが、父がこの砂使うから撤去しないでここに置いたままでいいよと言って契約書にサインをしました。父は自分で重機を所有していて、土地の造成が趣味だった変人でした。父は一般人で土地の造成なんてする必要ないのですが、重機を動かしあれやこれやと土地を触るのが好きでした。父は自分の人生を楽しんでいたのだと思いますが、私にとってはこの砂山は困ったものです。実はここは水田なんです。登記上も水田なんですよ。ここに砂山があるということは法律的にも大変な問題なんです。この砂売ってお金になればいいのですが、残念ながら誰もタダでもいりません。そしてこの砂山を撤去するには膨大な費用がかかるんです。すでに61万円、68万円、120万円と3回支払ったのですが、砂山はまだ残り4分の1ほど残っています。さらに100万円以上も支払わなければならないと言われています。ちなみにこの土砂の撤去は最初に別の業者に依頼したら見積もりで283万円でした。今回さらに100万円も追加で支払う場合、最初の業者よりも高くなってしまうので不審に思い、さらに違う業者に相談するとその半分もかからないと言われ、業者を変えることにしました。父から相続した土地、遠方に住む私に代わっていろいろお世話してくれる方がいて、その人のつてである業者に頼むしかなかったのです。進展があればまたご報告します。皆さんはどう思いましたか？もしおすすめの方法があればコメント欄で教えてください。いいねやチャンネル登録をしてくれるととても励みになります。ご視聴ありがとうございました。